はい、というわけでメガトロテックジャパン2023後編の後編です。前編学んだ方はそちらを先に見ていただいてからの方がお楽しみいただけるかもしれません。よいしょ。はい、マザクさんのブースにやってきました。はい、今回なんかロボットと機械とあるんですけど、これどういったものなんですか？はい、それではですね、こちら弊社の主力製品のインテグレックス i200HS とロボットを連動した自動化システムについて紹介します。はい、こちらは皆さん知ってる機種になると思うので、もうインテ自体がね、工程集約しちゃってますから。そうですね。そうなんですよ。非常に売れてる機種になってます。取引先にもいっぱい置いてたよね。いっぱいありましたね。いっぱいありました。ありがとうございます。めちゃくちゃ売れてますね。はい。でもうすでに自動化ができているインテグレックスに対してさらなる自動化の提案ということで、そうなんですよ。それがこちらのイージーローダー30という大型の共同ロボットになります。共同ロボットなんですか？そうなんですよ。このサイズで？はい、大きいですけど共同ロボットです。怖いですけどね。ロボット近いですね。でも大丈夫なんです。大丈夫ですか？共同ロボットというのは動く速度がゆっくりに制限されている点と、人が当たったらすぐに止まる点で、安全フェンスなしで運用することができます。非常に人気な機種ですね。はい。で、なんかワークが割と適当なって言ったらあれですけど、割と雑な置き方。一般的なパレットの上に置いてあるだけみたいな感じですね。適当に置いてあるんですけど、ハンドの先端についたカメラでワークを撮動することでワークの位置を確認してクランプします。じゃあまあシビアなティーチングって、ある程度のティーチングはもちろん必要だとして、そこのシビアなティーチングは必要ないっていう。そうですね。はい、なるほど。さらにダイレクトティーチっていう機能もありまして、はい、ロボットを手で持っていくっていうことも可能になります。手で持っていく。はい、なるほど。なんで直感的な形でロボットを動かすこともできますし、基本的な動作プログラムはすでに組まれてますので、そうなんですね。はい、ワークのサイズだとかパレットのサイズを入力することで、簡単な動作はもうすでにできるようになってます。それってこれでやるんですか？ここでこっちのティーチングペンダントで行うようになる。こっちでも行います。あ、そうなんですね。で、これの後付けとかってできるんですか？後付けできます。結構古いやつでも。NC シリーズが、はい、スムースシリーズというシリーズ、はいはい、で本機がインテグレックスクイックターン VCN という機種であれば後から追加することも可能です。めちゃくちゃいいですね。ちょっと気になるんですけど、ティーチングはそのロボットの方でやりましたと、機械との連動ってどうなってるんですか？確かに。ケーブル1本でつながってて、そうなんですか？はい。なんでこの掴んで正しい位置にこう持っていくという形になってますし。じゃあもうセッティングしました、離しました、機内から離脱しました、閉じましたでちゃんと動くようになってると。そうですね。はい。で特に本機との位置もあそこにある一点マーカーというのをカメラで撮影します。そうすると本機の位置、ロボットの位置も認識できるので、細かいティーチングも必要ないです。もちろん細かいティーチングが必要な際はジョグ操作だとかで微調整をすることも可能ですし、はい、自由にカスタマイズできます。なんか今ワーク掴むだけじゃなくて他のなんかやつもできそうなんですけど、はい、爪とかももしかして変えれるんですか？おっしゃる通りです。多品種の生産に向けて、開発している商品でして。まだ開発中なんですね。もう発売開始してます。してます。はい。爪をやるんですよね。爪1個から。そうです。爪の交換も行います。ロボットのハンドの交換と爪の交換も行います。爪の交換ちょっとストレスなんですよね。ストレスだね。一山二山ずれて、なんかこいつだけちょっと違うぞみたいなあるんですけど。ありますあります。そこをもう自動化しちゃおうというコンセプトですね。めっちゃいいですね。いいと思います。っていうことは爪が交換できるということは、このワークを40個加工したら次のワークにっていう入れ替えも勝手にやってくれるんですか？できますね。爪変えて、はい、ハンドも変えますし、爪も変えて小さいワークから大きいワークへ変更することも可能です。なるほど。なんで多品種の生産が可能になっている商品になってます。ロボットって大量生産のもうひたすら同じものを脱着するっていうイメージだったけども、ちょっと一歩踏み込んだ。そうです。次のステージ進もうかなっていうところです。なるほど。だから100個なくても50個50個でも導入しやすいですよね。そうですそうです。おっしゃる通り。勝手なイメージね。勝手なイメージ。その300個回した後に次段取り替えロボットの場合だるいっていうイメージだったんですけど、ちょっと違う感じがしますね。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画はものづくりの世界を深く楽しく分かりやすくお伝えするものづくり動画専用ポータルサイトモノクエの提供でお送りしています。はい、安田工業さんのブースにやってきました。いつかは安田。なんすかそれ？なんすかそれ？この業界行ったら大体いつかは安田買いたいみたいなそういうやつあるでしょ。はい、そういうやつですよ。
今回ですね、東海地区初出展となります、YBM VI50 こちらの機械を出展させていただいております。弊社縦型の5軸っていうのは2009年に YBM の VI40 というこの機械よりも一回り小さい機械を開発いたしまして、近年ですねそういった高精度の金型の大型化が進んでまいりまして、金型の大型化。金型の大型化、なるほど。どうしても YBM VI40 では搭載しきれないワークが増えてきたと、ただ YBM VI40 の精度は非常に魅力だというお客様のニーズからですね、VI40 の精度を維持しつつ大型ワークに対応できる機械をということで今回開発に至りました。具体的にはどんな感じに大きくなったんですか？はい、ですね VI40 のテーブルサイズが400マルです。で乗せられるワークが200キロまでだったんですけども、今回の VI50 はテーブルサイズが500パイになりまして、搭載できる重量がなんとですね500キロ、0.5 倍の大きさになっております。まあそうは言うても、まあ5軸って部品加工でしょ。部品加工のイメージがあるんですよ。なんでかって言ったら、まあ制度的にそこら辺に収束していくというイメージなんですけど、まあゴリゴリ金型やってますよと。いうことなんで、やっぱ傾けた時のつなぎ目とかあるじゃないですか、そういうところ本当に出てるのかなってちょっと思ったりするんですけど。かしこまりました、そうしましたらですね、今回5軸で加工したサンプルがございますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。ぜひ見させていただきたいなと思います。でこちらが、この機械で削ったサンプルワークと。はい、そうなります。こちらはですね、実は2つの部品からできております。ねじれた部品を削ろうと思いますと3軸のマシニングセンターでは加工できませんので、5軸のマシニングセンターを使った加工になります。なるほど。ワイヤーでやったやつだったらまっすぐのね、収まりがスッとみたいなやつを切削、そうです。しかも5軸そうです割り出しして蒸気をしている。どれぐらいのあれなんですか？ちょっとやってみてください。はい、どうぞ。あ、すごい。スーッとガタないですね。どういう感じ？ H7 ぐらい。H7 よりいいかもしれない。これ空気が入らないようにすると抜いてみてください。抜けないです。あ、今？もう抜けない。そういう感じ？引っ張っても抜けない。今押さえてない。今押さえてない状態だと重力でスポッて抜けますけど、空気ピタッてやってもらうと、空気が入らない状態にすると結構引っ張らないと抜けないぐらいの。そういう感じ。本当に隙間ない。なんでそれできるんですか？はい。こちらについてでもそうですよね。雑なんですけど申し訳ないんですけど、そこが気になる。まずですね、やはり工作機械の原理原則というのは3軸 X 軸 Y 軸 Z 軸のガイドウェイを限りなくまっすぐ作る。でその限りなくまっすぐ作ったガイドウェイを限りなく直角に組み合わせていく、こういった原理原則がございます。で、ここの原理原則に関しては、最近ね日本以外の国では補正でやっちゃえばいいんじゃねみたいな、ぼちぼち出しといて補正でピチッとやったらいいじゃんみたいなところなんですけど、もうバチバチ機械で。そうですね。そういった補正技術も素晴らしい技術だと思うんですけども、弊社はもう極力ハードでまずは作り込む。そのハードの作り込みがですね、ちょっと職人さんの手作業になるんですけども、木下げ加工というものを行いまして、ガイドウェイ、例えば1メーターのガイドウェイで進捗度 0.5 ミクロン以下を目指す。すげえ。なるほどね。木下げのことは多少知っているつもりではあるけれども、1メーターそれだけの精度出そうとしたら何日かかるんでしょうね。で今ちょっと見たらテーブルも木下げしちゃったんですよ。あれなんでなんですか？そうなんです。マシングセンターを作り込んでいく上で精度を出すときに何か基準が必要になります。で弊社は、お客様に使っていただくのももちろんなんですが、機械を作り込む時のための、一つの常磐基準面として使用するために、平面度がもうゼロに近い精度の出たテーブルを準備して、その精度をもとに各軸の作り込みを行っていくと。なるほど。木下げ常磐とか用意するじゃないですか。もう乗ってるんですね。乗ってるんです。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、AI ソリューションさんのブースにやってきました。弊社はですね、CAD/CAM システムの販売というところで幅広く、ソフトウェアを扱っております。で、お客様のニーズに合わせました、最適な CAD/CAM システムの提案というところで、ものづくり企業の、支援するっていうような
立ち位置で活動させていただいております。で、弊社の活動させていただく中での主力製品を紹介させていただこうかなと思うんですけども、こちらがですね、ハイパーミルといって、ハイパーミルね。そうなんですよ。5軸機能であったりとか複合加工機に特化しているようなソフトになっております。なるほど。で、次にですね、汎用性の高い、ネームバリューがあるマスターキャム。マスターキャム。はい。で、そして、こちらのコストパフォーマンスに非常に優れた、1CNC といったような CAD キャムソフトを取り扱っております。で、もう一つこちらのですね、シミュレーションソフトといいまして、はい、NC データベースで、シミュレーションを見ていただけるベリカットっていうような、ベリカットね、評判を聞きますよね。ありがとうございます、はい、っていうような製品をラインナップとして揃えております。なるほど。まあ我々サラリーマン時代ハイパーミルを AI ソリューションさんから使ってたんですけど、応答が非常に早かったですね。めちゃくちゃ手厚かったですね、サポートが。まあこのデータをこういうふうに加工したいっていうふうに渡したら、もう割とサンプルもうほぼこれ使えるやんみたいな感じで返ってくるみたいな、懐かしいですね。ありましたね。はい。まあそれぐらい手厚いサポートがあると。じゃあですね、今回はハイパーミルの、バーチャルマシニングっていう新しいシミュレーションについて、シミュレーション説明させていただきます。ハイパーミルにはもともとシミュレーションありましたよね。ありましたありました。もともと何が違うんですか。ですね、こちらは NC コードベースでのシミュレーションをすることが。 NC コードベース。そうなんです。じゃあ出力した NC プログラムで、シミュレーションすると。そうです。当たってないのに当たってるやないかみたいなのがないなくなるってことです。従来はこの CL ベース、CAM 上で作った、カッターパスでだけでしかシミュレーションができませんでした。何ができないかっていうと、何が見れないかっていうと、工具交換からの寄り付き、割り出し動作の、干渉確認ができませんでした。ちょっと映像を見てみましょう。これが従来のシミュレーションになります。で、有志。これをシミュレーション実行させていただきます。工具交換の動作もしないですし、このまま割り出し動作についても一瞬で切り替わってしまいます。これが新しいバーチャルマシニングのシミュレーションになってきますと、いろいろ線が見えてると思うんですけど、工具交換から実際の加工、加工しま割り出しそういうこ動作もと。あら、確認が。なるほど。逆になんでなかったんやっていうぐらいのあれなんですけど、革新的に。そうですね。絶対欲しいですよね。で、今まではツールパス作成してシミュレーションをしてポスト処理っていう流れだったんですけど、今回はツールパス作成して先にポスト処理をして、シミュレーションを行うっていう流れを、構築できたので、工具交換、割り出し動作を見せる、確認することができるようになりました。安心して加工できますね。これはカットしてもいいんですけど、やはり AI ソリューションズさんといえばベリカットもハイパーミルも扱っているということで、ちょっとベリカットっぽいなって思ったんですよ。そうですね。ベリカットいらないんですか。ベリカットはいります。いります。でもまだいらないかもしれない。領域によっては。そうですね。なるほど。ただベリカットにしかできないことと、ハイパーミルでできるようになったことっていうのがまだ差があるってことですね。そうですね。なるほど。弊社としましては、マスターキャム、ハイパーミル、ベリカット、いろんなソフトを取り扱っています。で、どのソフトにしても、5軸加工のサポート、フォローをしっかり行っていきますので。サポート大事だからね。そうですね。サポート大事。もう本当にこの手のやつはもう自分でねやり方探してたら、一つつまずいたことで1日費やすようなやつもいますんで、速攻サポートに連絡した方がいいんですよ。そういう意味で私たちもサポートしてもらったことあるので、おすすめできるサポート力と。特にネットとかで情報がなかったりするんで、英語だったりとか、やっぱりこういう日本の代理店とかはめっちゃありがたいかなと思います。値段ばっかりで選ぶもんでもないんでね。いいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。MST コーポレーションさんのブースにやってきました。よろしくお願いします。お願いします。私どものですね、主力の製品はこちらの焼き場目ホルダースリムライン。やはり主力ですね。MST といえばそうですね。焼き場目ですね。で、皆さん焼き場目ホルダーってご存知ですか。もちろん。一応知ってます。ちょっとパッと見てわかります？
焼き場面ホルダーとミーディングチャックと、ミーディングチャックはいでシルエットでは中は見えないっていうのがはいこの外形の例えば影で見ると両方とも太くて短く思いますよね。合成ありそうな感じしますね。はい。でこれただ実際にホルダーの中を見てみるとこれ実はミーディングチャックの方ってごついのこのナットの部分なんですね。ああ、そうなんですか。この赤いところが赤いところが本体の本体。で赤い薄い本体を大きなナットで締めるんで刃物を掴む力締める力は強いんですけど、横にグッと力がかかった時に耐える剛性っていう力は低くなってしまう。全然違いますね。倍どころじゃないですね。はいで焼き場ホルダーはこれ見えてるところが全部が肉厚ですので、そんだけ分剛性が強くて把握力も強い。これは知らんかったですね。知らなかったでしょ知ってました？私 BT30 のマシンを買ってからここに気づきまして、はい。顕著に合成が出るということで、まあ、コレットチャックとミーディングチャックと焼き場目チャックみたいなところで、私ミーディングチャックは一本も買ってないですよ。買ってんですか？買ってないですよ。へただまあこの肉厚な焼き場目は買ってません。はい。装置がまあまあ予算するということで。ああ、焼き場目装置がね。はい。今はコレットチャックがメインかなと。これ衝撃ですね。だってもうサラリーマン時代なんかミーディングチャック正義みたいな感じでやってましたよね。そう思ってたんですよ。そう思ってたからミーディングチャックのラインナップ調べたんですけど、まあ、BT30 とかは特にこの違いがね出る。顕著に出やすい。ああ、そうだったんですね。なんか他にメリットなんかあるんですか？で他にメリットっていうのは焼き場目ホルダーって最近こういう重切削でも使えるというところで注目を浴びてるんですけど、それまででしたらね結構焼き場目ってなると金型っていうイメージが多かったりですね。金型5軸、高精度、微細の刃物を使う時には焼き場目ホルダーっていうイメージが多かったんです。で実は焼き場目ホルダーで一番メリットが出るのがこれ穴開けなんです。ドリルですか？ドリル。オイルホールドリル。おお。これは私使ってますけどね。あ、そうなんですね。はい。M3 の下穴にも専用で使ってます。へえ、そんないいんですか？いいです、いいです。特に何がいいかっていうと、オイルホールドリルで使おうと思うと、通常のこういったコレットホルダーの場合ですと、まあナットとかいろんな部品が必要になってくるんですよね。クーラントが漏れるためのを防ぐために。で、そういう部品をやっぱ組み合わせるのも面倒くさいじゃないですか。面倒くさいプラスもう一つ面倒くさいのがそれ使ってたらどうしてもやっぱり消耗してくるんで、中の部品オーリングとかが切れたりとか、で焼き場目ホルダーってこれ部品1個しかないんで他にパーツないわけですね。そう他にパーツがないんでそういう管理が非常に楽になる。なるほど。でプラスもう掴んだらもう隙間が一切ないですから、いくら高圧を与えてももう漏れるところがない、安定した刃先から出るというのがオイルホールを使う上での焼き場目のメリット。まあ、あと触れも少ないとかありますよね、焼き場目。もう一つが触れが少ないドリルの性能っていうとドリルで開ける穴の深淵度であったりとか、ドリルの寿命とかそこに影響が与えるのが一番がやっぱ触れ精度なんですよ。で触れ精度がいいプラス焼き場目って、人が作業するんじゃなくてこれ装置でやりますので、誰がいつやっても安定した精度が出る。ですので工具寿命が伸びるプラスそこで安定するんで刃物の性能を 100% 生かしてくれる。なるほど。でそれの影響が出やすいっていうのがもちろん加工精度を求めるところにも差が出るんですけども、加工精度を求めてなくても実はドリルのところはその触れの影響が大きいですよというところで、まあ、加工改善には最近使っていただいてます。デメリットはないんですか？デメリットはですね、まあ装置がいるぐらい。まあうっかりするとやけどするかもしれない。丁寧にやらないといけない。ちゃんとやり方さえ守っていただければ、安全性はだいぶ高まってはいます。ありがとうございます。はい、山添さんのブースにやってきました。お願いします。お願いします。お願いします。山添さんって、扇風機の山添さん。電子レンジとか。家電の山添さんですか。そうです。そちらの方が有名になりますけど、本来発祥はこういう工作機械、その他保養工具、ここからスタートしております。そうなんですね。そうなんですね。はい、そうなんです。ロボットをやってらっしゃる。はい、ロボットを扱っておりますが、我々山善がロボットを作っているわけではございません。ではない。ではないです。はい、これは海外のロボットを輸入して販売しております。なるほどなるほど。
っていうことは、ロボットをお客様購入して、それをセッティングして、自社に合わせていくっていう感じなんですかね。それもできますが、山善がお客さんのニーズに基づいて、それをハンドを一個一個作っていって合わせていくようなこともできます。じゃあこれ自動化したいんだけどちょっとここお願いするよみたいなラフな依頼も対応してくれるっていうことですか。一個一個打ち合わせして進めていきます。なんかね、ロボット導入するってなったらロボットエンジニア雇わなあかんのかなみたいなハードルがありますけど、山善さんに頼めばいい。はい、そうですね。我々からそういうコーディネーターさんをお膳立てして、紹介していただいたりとか。なるほど。バリ取りですか？そうです。ロボットによるバリ取り。よくお客様の図面で一言バリなきことって書いている。ありますね。ありますね。このバリなきことって言葉が本当にもう魔物の言葉と言いますか。書いときゃいいみたいな。そうずるいですよね、あれね。そうです。書く人は一言なんですけど、やる人はどうやって取んねんみたいなのがありますんで。リューター入らへんみたいなね。あります。誰がやんねんとかあります。そうです。ロボットで。本当に手で取れるバリもあれば、もうこれもうボディじゃねえかみたいなバリもありますし、それを同じように取るのはとても大変です。それで今ロボットにリューターをつけて、取っていくって一つの提案です。なのでこれがお客さんに受け入れられたら全て解決なんてことは言いませんが、一つの例として今日は展示させていただきます。なるほど。はい。バリ取りはどこの工場さんも課題になっていますからね。そうですね。はい。これは何ですか？測定、粗さ測定。そうです。接触による表面粗さ、粗さの測定です。プラス面のうねりとかも見ることができます。接触ってことはレーザーか何かでそうです。レーザーを当てて、レーザーの跳ね返りとあと光の量によって面の粗さを測定することが可能です。全数検査とか言われるとガーンってなっちゃいますけど、自動だったらいけるみたいな。できます。なるほど。それを調整することも可能です。っていうことはワークの脱着をしてくれます、バリ取りしてくれます、検査してくれます、言うたら一つの製品のラインごと作れる。そうです。それをコーディネートさせていただくのが我々山善。なるほど。知らんかった。なんかかっこいいんだけどなんかね、なんか工作機械っぽいですよね。そうですね。はい。で、お客様のワークの OK 良品と NG ワークを AI によって認識させて、ワークが来たときに OK か NG かを瞬時に判断。そういった測定。なるほど。画像でですか？画像です。じゃあ一定の基準でやるから、検査員によって OK、NG っていうのはばらつきがないです。ばらつきがないってことですね。ないと思います。なるほど。ただしNG でもどっから OK どっから NG かという情報をしっかり伝えないといけないんで、そこは多分お客さんと詰める必要はあると思います。なるほどなるほど。今連続で撮影してるっていうことですね。そうです。今撮影中。パシャ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 っていうよりかもシームレスに。そうです。パシャパシャではないです。なるほど。それでこうなるってことですね。こちらの方が計測面なので。すげえ。じゃあ一目で一周分見れるっていうことです。そうです。これで時間になってしまうと逆にロボットの自動化、これがネック工程になってしまうので、ここもちゃんと瞬時に判断できるようにならないといけない。なるほど。これはあれだな。すごいですね。どれで撮りました？これカメラ？これはセンサー。あっちだね。二眼ついてますね。山善はお客様の困ったこと、あらゆることに解決するように取り組んでいく会社です。なので、どんなお困りごとでも一度相談いただけると、何とか解決するように頑張りますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様でございました。非常にスムーズに10社回ることができました。取材できたということで、ありがとうございます。人力だったら大変ですね。大変ですね。アポ取りつどつどやったら死んでしまいますので。なんかやっぱ自動化とかそういうのはやっぱねありますね。自動化、ロボット、あと加工機でいうとパレチェーンとかね。いかに人を使わずに工場を稼働させるかみたいなところにそこら辺結構大きなテーマとしてあったかなと。ありますね。というわけで、今回は日本物流新聞オンラインの提供で、お送りさせていただきました。日本物流新聞オンラインさんの方では、僕の連載させていただいているファザーマシーン2という、1はないんですけども、そういうのもやらせてもらってるんで、もしよかったらそっちも見てみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録をお願いします。Twitter、Instagram いろいろやってます。X ね。やってますので、
とても見てみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。